はい。はい、皆さんこんにちは、太郎です。何から話そうかな。今運転中です。はい、運転中なんです。ちなみに今カメラ撮ってるのは花ちゃん撮ってます。まあ花ちゃんと、手振ってるけど映ってないよね。じゃあ手だけ映せば。手だけ。手だはい。じゃあ後で多分はい、私です。というのも今ロードトリップに出てます。ということで今回はそのロードトリップの模様をお届けします。これからどこに向かいますか？今日はこれからまずラスベガスですね。おー、ラスベガス。そしてその後ユタ州のロッジに泊まって、明日アンテロープに行って、その後ホーシューベントに行きます。はい。あとグランドキャニオンにも。その後グランドキャニオンに行きます。まずなんでロードトリップに出ようかっていう話になったんだけど、不意に休みができちゃったっていう感じなんですよね。いっそのことこの空いた日を利用してもうどっか行こうかなと思って、今回花ちゃんを誘ってロードトリップに行くことに決めました。なるほど。ありがとう花ちゃん。いやそういうことやったんですね。そういうことだったんですよ。そうなんかでも決めたのはいいんだけど、全部なんだっけホテルだったりとかいろいろなんか予約決めたのは花ちゃんだったんで、ごめんね、ありがとう。いや大したことしてないですよ。本当にありがとう。こういうことはもう本当自分苦手だからできなかっただけだから、ちょっと花ちゃんにも頼もうと思ったんだけど、今回の最終目的地の3つ、ホーシューベントとアンテロープキャニオンとグランドキャニオン、実は行ったことがあって。いつですか？いつでも本当に5、6年前とかだよ。自分がまだその時学生やってた時だから、その時にサンディエゴに住んでる友達がいて、沖縄の。はい。それでこっちおいていいよ。ありがとう。でそれででそのもう一人の友達がアメリカ来たいっつって LA 遊びに行きたいって言うから、3人で一緒になって行ったんだよね。その時のルートが、ベガス経由の、今回3つの行き先だったんで、なんでそこ行こうかなと思ったのは、花ちゃんが一回ほら自分が休みができたからどっか行くって誘ったら行くって話になった時に、ベガス行きたいっていう話になったじゃん。はい。行ったと思うんだよね。はい、それでだったらベガスを越えてグランドキャニオンの方が絶対楽しいと思うわけ。花ちゃんだったらそういうところが好きだしっていうので、今回その行き先を決めたんだよね。なるほど。そう他の場所も考えたんだけど、なんだっけ、例えばほらカリフォルニアの上にある大きい木のところ、セコイアとか、そういうところを多分今これ撮ってるのが1月20日19日かだから、冬場だから、冬場の山は怖いっていう。そうですね。雪がありますね。そう雪あるし、天候も変わりやすいし、で別のところ砂漠どこだったっけ？ジョシュアトリーか。ジョシュアトリーですね。ジョシュアトリーも聖子さんに誘われたんじゃない？なんか行ったらって言われたんだけど、そこも冬場は寒いんだよね。寒いですね。そうだからもうそれでいっそのことニューヨークにも行こうかと思ったんだけど、もうニューヨークはもう1月のニューヨーク多分絶対死ぬから今雪降ってますよ。だからそれはじゃあまた別の機会にってことで、今回グランドキャニオンとホーシューベントとアンテロープキャニオンに行こうと決めました。そうなんですよね。いやでも完璧なプランだと思いますよ。そう思う？そう思いますよ。自分もそう思う。でも1回行ったけど、もう1回見ていいなと思ったもん。でもだから、タノさんがグランドキャニオン行った時、グランドキャニオンウエストに行きましたよね。スカイウォークのところ行かなかった。
あ、行かなかったんですか？そう、そこがあるって知らなくて、はい、なんだっけな、だから近くのそのモーテルに泊まって、そのままなんか行ったんだけど、別になんかもう、自分らが行ったところは、普通に崖だよ。なんかちゃんと、なんかそういう見るところがあるようなところには行ってない。じゃあサービスセンターとかは行きましたか？なんかそういう施設みたいな。あ、そう、グランドキャニオンの？はい。行ってない。なんか普通に入っていった。なんか、どっか適当に止めて、あ、入っていった。そうなんですね。だから、知らないんだよね。あ、じゃあ今回行った方がいいですね、それは。だからちゃんと行った方がいいかもね。そうですね。うんうんうん。なるほど。そうなんだよ。そういうことなんだよ。花ちゃん行ったことないんだよね、どっちも。私はグランドキャニオンとベガスは行ったことありあ、ます。グランドキャニオン行ったことあるんだ。はい。あ、そうなんだ。グランドキャニオンの、うんなんか、大きく2つに分かれてるんですね。あ、そうなんだ。で、それもすっごい広いんですよ。うんうん。だから、その一つのところからもう一つのグランドキャニオンまで、うん多分3時間とか離れてるんですね。まあ、グランドキャニオン自体大きいからね。大きいんです。で、私が行ったのは、うん。ウエストの方ですね。そのスカイウォークとかがあるところはいはいはい。に友達とドライブで行きましたね。へー。でも時間が遅すぎて、うんそのスカイウォークとか施設は入れなかったんですよ。あ、そうなんじゃ。あ、じゃあリベンジでいいじゃん。そうですね。で、そこからなんかうんうんシャトルが出てて、うんうんシャトルでみんなその写真撮りに行くところおーまで移動するんですね。あ、そうなんそだ。の危ないところだから、うんうんそこは、まあねパブリックにはオープンしてないんですよ。おーだからそのシャトルで、そのシャトルはグランドキャニオン全部にあるんで、へー。なんかここのエリアはこのシャトルみたいな、うんうんうん。だから今回それ乗れたらいいですね。あ、そうだね。あ、そういうのもあるの知らんかった。あ、じゃあ今回めっちゃいいじゃん。そうですよ。自分のはただ行ったからさ。そう、あ、じゃああれなんだね。報酬弁当と、アンテロープは行ったことないな。行ったことないですね。アンテロープめっちゃ綺麗だよ。なんか写真で見たことありますけど、行ったことないですね。そう、自分もでもなんか今回行くのは、本当は朝日をグランドキャニオンで見ようっていうのがあったんだよね。そうですね。そうそうそう。で、ちょっと、この自分の日程の関係でそれが難しいってことになって、だったら、報酬弁当から朝日を見ようって、多分ほぼほぼ同じだから、多分同じ系列だから、系列って言っていいのかわかんないけど、だからそれも多分綺麗だと思って、で、その後10時にアンテロープキャニオンで、なんか、朝アンテロープキャニオンに行こうって話になってっていうのも、なんか綺麗な景色が見れるんだよね。みたいですね。スポットがあって、なんかこう、光、なんて言ったらいいの？崖と崖の間に入っていくところなんだけど、そこからなんか朝日が差してすごい綺麗な場所があるんだよね。それがちょうど10時ぐらいなんだっけ？ 10時、11時ぐらいに見れるみたいなね、多分。みたいですね。そう、それを見に、自分それは見てないわけ。見てないんですか？そうそう、それは見てなくて、何を見たんですか？だから普通に、だから、はいなんか、中入ってって綺麗だねで終わったんだけど、そのなんか、ほら、朝日が差して、なんか幻想的な、っていうのは見てない。でもその、うん。太郎さんが行った時はツアーで行ったんですか？ツアーで行った。ああ、なるほど。そう。だからさ、なんか、2部あるんだよね。朝と昼。多分昼の部に行ったんだよ、自分らは。なるほど。うんうん。なんか今回朝、だからその朝の、そのなんか、幻想的なアンテロープキャニオンは見てないなるほど。っていう。でも、うんその今回それ見れるかどうかうん。わかんないですなんで？ね。時期があるんですよ。あ、はいはいはい。で、春とか夏がうん。一番いい時期らしいんですね。うん。で、冬はうん全然忙しくない時期らしいんですよ。あ、そうなんだ。で、あと天気もあって、うん。今日明日曇りですよね。あだから、まあ見れたらラッキーかなっていう感じですね。まあ多分、その時、行った時は、てかそういうの朝日とか関係なかったけど、それでも十分綺麗だったから、うん。あんま別になんかそこまで期待はしてないからな、見れなくてもまあいいやと思って。私もなんか別に日差しはまああったら綺麗かなってぐらいで、うんそれアンテロープそのものを見たいんで。ああ、そうだね。じゃあまあ、じゃあそれはそれで楽しみで。楽しみです報酬弁とかね、すごいなんか綺麗で。報酬弁当はうん駐車場に止めて歩いていくんですそう、よね。歩いていく。10分、なんか結構歩いたイメージだったけど、あ、まだつかないんだみたいな。そんなには歩かないけど、そこまで近いって距離ではなかった気がする。
るほど。覚えてない？あれでも朝日を見るんですよね、公衆イベントで。はい。で朝日ははい7時半ですよね、確か。あ、そうなんだ。その宿泊先からは公衆イベントまでい。うん3時間かかるんですよ。うんってことは朝めっちゃ早く出ないといけない。そうだよ、3時ぐらいに出ないといけないよ。早っ。そうだよ。早っ。3時、そうだよ。ちなみに自分が友達と行った時もそれぐらいに起きた。あ、そうなんですか。うんうんそれぐらい来て、暗い時から待ってた。あ、そうなんですね。そう私それ考えてなくて、6時ぐらいに出ればいいのかなって考えてました。あ、別に朝日を見なければいいんだけどって、ことはもうラスベガスで遊んでる暇ないです。ないね。もう一応ラスベガスの知り合いがいて、でその人におすすめのレストラン聞いときました。あ、本当に？じゃあ後で行こうか、じゃなんか1個何個かもらいましたあ。よ。あ、本当に？チャイニーズとか、ファーヌードルとか。あ、はいはいはい。まあはい。あ、そうなんだ。あれが見たい。球体のやつ。球体？ほら、球体の施設があるじゃん。大きい球体の、はい。ホールみたいな。いろんな映像がさ、その球体に流れててさ。何の映像が流れてる？なんかいろんな、なんかそれこそなんか、ニコちゃんマークみたいなのが球体の、あれ前話してそれを見たいみたいな話しなかったっけ？あれあれあれ全然思いつかないです。だよ。なんか半球で、大きい半球になってて、その中が、多分だけど、コンサートホールみたいな感じになってて、外回りが全部なんかさ、液晶になってて、なんか、あれあれあれわかんないですね。まあいいか。まあでも、あるんですね、そういうのがある。るんですよ。多分見たらあーってなると思うけど、後でググってみて。あれじゃあ今から6時間今から6時間違うか何時間だった4時間半4時間半ですね。時間半あとまあ4時間ぐらいですかね。時間ぐらいか。これはロサンゼルスにはないですね。ちなみに近所のインディアンアウトはさ、あれが回るんだよ。ちょっとヒルトンかっこいいですね。今フォー屋さんに着きました。これなんだっけ？花ちゃんの生徒さんのおすすめのフォー屋さんなんだっけ？サイドストリートバー&グリル。なんかベトナミーズアメリカンがこれは美味しいっていうベトナムフォー屋さん、今から食べます。これはい辛くするのってどうやって辛くするんですか？なんか動画で見るんですけど、私上手にできなくて。多分どれを入れるんですか？わかんない。これとかじゃないでしょ。これは辛くないけど、こういうのとかで調節する気がする。わ、匂いがすごい。あ、美味しい。辛くて美味しい。本当に？それだったとは違う？ちょっと違います。なんか本当に？ちょうどいいですよ。本当に？試しよっかな。いつも辛いのはなんか怖いから試さないんだよね。ちょっと試してみて。ちょっと着きました。やっと着いたよ、はなちゃん。よかった、着いた。結局どれぐらいかかったんだっけ？今12時。今12時。だもうあれがあるんだよね。時差が1時間だから、だから今11時だと考えたら10時間。10時間。とかです。向こう出たのが1 1時過ぎ。1時過ぎで、だからそうだね、10時間だね。10時間ですね。はあ、疲れる。で、はい。で、今が
今どこにいるんだっけ？今この青い顔か。うんこの青いとこで。ベガスですね。ベガスさん。で、明日行くのがここの、うん。ここですね。ここがどこだっけ？ここが報酬弁当か。と、あとアンテロープもここにあります。アンテロープ。で、こっからここまで2時間ですね。ここから2時間。で、その後、この道沿いをずっと行って、グランドキャニオン。はい。オッケーオッケー。こんな感じです。そう、遠回りになるんだよね、なぜかね。こうなるんです。でも、これ、通る。お金払うやつ。あるじゃないですか。じゃないかったらこっちなんですけど、お金払ってもいい設定にしたら、この、ちょっと待ってくださいね。これで、オプションあるじゃないですか。で、アボイド登録消して、もう一回検索するとこうなるんです。そういうことか。いくらなんだろうね。でもこれがなんかもしかしたらナショナルパークに入るエントランスフィーのことかもしれないですね。でも分かんないんです、これの違いが。でも1時間の差って結構大きくない？そうですね、大きいですね。大きいよね。あとこっちの道だと多分大通りだから結構フリーウェイとかなんですね。でもここは多分結構砂漠道というか、こんな感じですね。だからでもナショナルパークの入り口なんだ、じゃあきっと。あと一応この曲がってから、この辺りに見るところはあるんですね。そのビュースポットみたいな。だから、車も走ってるはずなんですけど、ここにいっぱい見るとこあるんですね。だからそのショートカットの沿いにいろいろ見るところはあるってこと？あるんですよ。でもそっちの方がじゃあよくない？だから行って、聞いてみて、行けそうだったら行ってみますよ。一応だから自分らが最終的に行くグランドキャニオンは、だからメインのところなんだよね。そうですね。なんかだけど、そのショートカットのところもいろいろ見どころがあるってことなんでしょ？そうですね。エントランスフィーは多分30ドルとか。30ドルでさ、1時間節約できるんだったら自分そっち払うわ。多分どっち行くにしても、エントランスフィーは分かんないです。普通に走って2時間半かかる。で2時半ぐらいに着けば着くじゃん。でそこで30分にしよう。1時間になるとして30分。30分でもちょうど十分だと思うけどね。ビジターセンターでお土産屋さんがいっぱいあると思うんで、でも2時間半ですけど、ここでちょっとずつ泊まるんですよね。そう。じゃあ多く見て3時間と見て、ビジターセンターに着いてお土産屋さんで30分3時半。だからビジターセンターで多分見るところもあるはずだから、なんか外出て、それで写真撮るじゃん。別にそんなお土産は買わないから、強いて言えばステッカーぐらいじゃん。そこのマザーポイントから家までは何時間？7時間だったっけ？8時間ですね。だから目標としては、とりあえず早く寝て、だからアンテロープのツアーが終わって、そこから早くにパパって行って、すぐに車に乗ってすぐにグランドキャニオンに行ってパって見て、帰るからね。帰るんですね。そうしましょう。結構タイトだね。タイトなスケジュール、タイトなスケジュールだったね、思いのほか。頑張ろう。アリゾナに着きました。わあ、来た。